こんにちは、みなみです。はい、今日はですね、初心者の方も必見、プチプラコスメでスクールメイクをしていきたいと思います。結構最近 DM とかコメントでスクールメイクやってほしいっていうコメントをいただいてたんですよ。新学期になって高校生になったりとか、中学生になったからお化粧始めるとかっていう方がね、もしいたら参考になるといいなと思ってやっていきたいと思うんですけど、スクールメイクと言いつつも、メイクが OK だよっていうところかな。なんかバレちゃいけないぐらいの薄いメイクではないです、今日は。してもいいよっていうところで、あんまり目立ちすぎないくらいのメイクでも盛れるよっていう感じでやっていきたいので、普通にナチュラルメイクとしてやりたい方もぜひ真似してみてほしいです。それではスタート。じゃあコスメも紹介しながらやるんですけど、ごめんなさいね、服が全くスクールっぽくなくて。カラコンはプリモアなんですけど、プリモアの中でも本当に可愛く盛れるよっていうやつ、学校のスクールメイクに合いそうだなっていうプリデートブラウンを使っていきたいと思います。ってことで早速始めましょうね。今回コツとかも話しながらやっていくのでスキップとかしないで見てほしいんですけどいますか、これからメイク始めますとかっていう方。私は YouTube とかもやってたから始めたのは早かったんだけど、ちゃんとファンデとかするようになったのは中3とかな気がする。はいって感じで、はい、じゃあまず買ったもの紹介するんですけど、これ見て、うわー、まず下地紹介します。下地はこちら、実際に使ってました、中学とか。これマジで私実際に使っててすごい好きなので紹介していきたいと思います。こちらキャンメイクマーメイドスキンジェル UV02 番の方です。ジェルっぽくてすごい保湿されるんですよ。すごい保湿されます。だから乾燥肌の私にはすごいぴったりだったんですよ。でも見て、めっちゃトーンアップじゃない？でめっちゃ伸びいいの分かる？この手で伸ばせちゃう感じ。マジでこれだけでさ、ほら超肌綺麗に見えんじゃん。プチプラのコスメ全体的の中でマジ推しコスメです。で保湿力も高いので、今花粉とかでさ荒れるじゃん、肌乾燥しがちなのでマジおすすめです。塗りましたら、はい、もう一個ね私ベース買ったんですけど、これも良さそうだなと思ってキャンメイクモイストプリズムプライマー01ベージュ系です。なんかすごいツヤが出るっぽくてで気になって買ったんですけど、これ手に出してみます。あ、いいかも。これちょっとファンデっぽい色味もあるからちょっと重ねちゃおう。明るくしたいところに本当は重ねるもんじゃないと思うけど重ねちゃいます。これいいかも。普通に普段使い。伸ばします。そしたらこんな感じで結構トーンアップしたと思います。そしたらファンデーション買いました。ケイトです。じゃじゃん。ケイトバーチャルスキンメーカーファンデーション00番を買いました。じゃん、こちらです。リキッドなので、はい、スパチュラでやってもいいし全然手でもいいしっていう感じ。使ってみたいけど使い方がわからないっていう方にこれを出したら、ここに縦にスーッとこういう感じで切り込む感じ。そしたらこれをなんかバターとか塗るみたいに、私もねあんまり使い方あってかわかんないんですけど、なんとなくねこう伸ばせたらね大丈夫。均等に綺麗に塗りたいよっていう方はスパチュラがおすすめかなと思います。でキープミストを買いました。これはもうめちゃくちゃ有名なんだけど、じゃん、コーセメイクキープミスト EX。 これ仕上げ用って書いてあるんだけど、多分途中でやってもいいと思うので、このベースの時に振りかけます。そのまま伸ばして、で結構綺麗かも。このケイトのやつちょっと硬めなのでテクスチャーはしっかり密着する感じかな。はい、こんな感じ。コンシーラー、じゃあメイベリンフィットミーコンシーラー、ちょっとこれをここに出して、こういうね平べったい硬いブラシでクマとかを隠します。コンシーラーはニキビとか隠したいときは
オレンジとか赤みだったら緑とかがいいと思うんですけど、こういう明るくしたいところに使う時は肌よりトーン明るめのカラーを使うとおすすめ。そうするとクマも飛びやすいし、こう一体感が出る。ベース終わりです。これで意外とねリキッドファンデも簡単なので、慣れればもっと簡単ですし、一回ぜひ挑戦してみてほしいです。見て綺麗に塗れるので。次、すっぴんパウダーを使います。こちらはねえなんかね普段使いしてるぐらいすごいお気に入りなんですけど、これ本当におすすめです。なんか他にパウダーいっぱいあるけどサラッサラになるし分厚くて塗りやすいんですよ。パフがツヤを残したいところにはあんまり塗りません。こんな感じで塗れたら、白すぎるのではたきますね。でシェーディングを変えました。これもめっちゃおすすめです。じゃん、セダンのナチュラルマットシェーディング02番のクールトーンです。だから透明感残しながら鼻もシェーディングとかもできるので超おすすめです。こんな感じでちょっと紫っぽいの。なんかねシェーディングがその顔の形によって違うから、これはなんか参考っていうよりかは自分の削りたいところとか自分がどういう顔になりたいかで変わるから、私はこの頬を削っていきます。そしたら鼻やっていくんですけど、この付属のブラシの小さい側、こっち側でもうそのまま色を取ってスッと、こういう固めのブラシがおすすめ。鼻の形を作ってからぼかすっていうやり方が一番簡単だし時短だし結構綺麗にできます。で濃すぎるなって思ったらもうどれだけぼかせるかですよ。ナチュラルに影ができると思います。私は黒を消したいんですけど、はい、こういうね小さいブラシにコンシーラーを取ってもう直撃です。もうその部分にだけつけるって感じです。さっきと見比べるとなんか余計なものがなくなったから肌も綺麗に見えるというか、なんか明るく見える。そしたら眉毛描いていきます。眉毛でマジ顔変わるから大事なんですけど、じゃじゃん、こちらもキャンメイクのミックスアイブロウカラー02番、こちら買ってみました。なんかペンシルはむずいかも、最初だったら。一旦ペンシルでやってみる。私が持ってるやつ、キャンメイクのスタイリングエッジアイブロウ01番、これなんか刀みたいになってるんですよ、シャキーンって。これをそのままこうやって描けばいいらしいので、これだったら簡単かも。このペンを寝かせて、でこれ反対側にスクリューブラシもついてるのでまっすぐ描けるかも、これの方が。私はちょっとこの山が足りないのでそこを足していく感じです。でも眉毛がしっかりあるよって方は逆に眉マスカラだけでもいいかも。じゃん、ほらこれいいね。でこの眉頭はあんまりベタ塗りしないことがおすすめ。この眉頭はもう逆に塗らない気でいた方がいいかな。でもここだけ黒いじゃん。そうするとそういう時にこちらのケイタの 3D アイブロウカラー Z ブラウンの8番、これを塗ります。黒髪でも私はブラウンの眉マスカラをおすすめします。マジそっちの方が垢抜ける気がする。こんな感じです、眉毛は。で私もう眉マスカラ今やっちゃったんですけど、やる前にこのパウダーでね上からちょっとふわふわっと、順番間違えました、やるのもいいかな。私今からピンクメイクをするので、このピンクらへんを塗ったりするといいんじゃないかな。これ涙袋にも全然使えるのでそのままやっちゃいますね。涙袋はこれ大事。リキッドの涙袋描くやつじゃなくてパウダーでやること、これ大事。リキッドだと結構線みたいになっちゃうのでそれは NG だから、もうこういうパウダーで本当に影っぽく描くことが大事です。で私は中髪を短く見せたいので結構下目に描いてるんですけど、
そしてアイシャドウはこれコンビニで買えます。はい、アンドバイロムアンドっていうコスメで、じゃーん、アイシャドウこちらです。可愛くない？アンドバイロムアンドメロウアイパレットピンク PK01 番で、おすすめのブラシを紹介します。じゃん、こちらも動画で紹介してきたんですけど、キレイ&コーっていうブランドのメイクブラシ、アイシャドウ用です。3本。このブラシ本当に好きなんですね。じゃん、こんな感じで。私はこの真ん中のやつが一番使いやすいかなと思います。で、まずこの2つを取って塗っていきます。上にはそんなに塗らないです、私は。なんか上に塗っちゃうと本当にメイクしてるよって感じになっちゃうんで、ちょっとこのチークでもうちょっとピンクにできないかな。このチークはキャンメイクから多分新しくちょっと前に出たんだけど、キャンメイクパウダーチークス P02 番です。チークはこのほっぺの中心からブワーっと広げる感じ。鼻にもやっちゃったらめちゃくちゃ可愛いです。モテちゃいますこれ。ほら、チークってマジで可愛いの。ちょっとこれもアイシャドウで塗ります。ちょっとピンクっぽくして、でちょっと私がめっちゃおすすめしたいこれ、キャンメイクミニュットハイライター01番。これ超バズったよね。実は私バズる前から持ってました。もう私からしたらやっとバズったかって感じなんですよ。うざ子さんアピー。これを見ててくださいよ。いけますよ。じゃじゃじゃん。やばすぎ。超綺麗。マジで神。可愛すぎじゃない？可愛すぎってか発色が良すぎてびっくり。目頭にも塗るとちょっとなんかメイクが上手に見えるというか、最近の流行りのメイクにちょっとね、鼻を横長にねハイライトつけると中華メイクっぽくなって可愛い。で、こちらの濃いカラーを使って下を埋めていくんですけど、これは結構濃くなりすぎちゃうので、この際にね黒目の下だけでもいいですし、今回は黒目の下だけにします。これで黒目を大きく見せます。やっぱりこれは欠かせないよねっていうアイテムがあります。キャンメイクアイバッグコンシーラー02番ピンクベージュです。もう涙袋を作るのはねこれしかない。私も実際これめっちゃ使ってるんですけど、涙袋コンシーラーってやつです。もうこれ塗ったら涙袋は間違いないです。これ塗っておけばこんな感じ。わかる？さっきより全然ぷっくりしたのわかりますか？これは本当におすすめです。さっきのアイシャドウの色味を残しつつ、このコンシーラーもピンクっぽいカラーなのですごく馴染むと思います。 OK。 そしたらちょっとチーク立たせてください。カメラだとすごい飛んじゃうのでちょっと悔しい。そしたらね、まつげはさ、みんなさ大事だよね。で、キャンメイクのおすすめのやつを紹介します。下地はこちら、キャンメイククイックラッシュカーラーセパレート01番で、こっちがなんか私は初めて見たんですけど、キャンメイクメタルックマスカラ01番。これはコームタイプです。美まつげ。キャンメイクのマスカラってね、めっちゃいいのよ。で、まずはこちらの下地を塗っていくんですけど、マツパ私がしてるからビューラーじゃないんだけど、それがちょっと参考にならなくて申し訳ないんだけど、ビューラーは温めること、そして私は90度のまつげでもいいんですよ。だからもう根元でギューってする。資生堂に半分のねビューラーがあるの。普通のサイズのビューラーこれぐらいだとしたら半分のビューラーがあって、それ結構目尻とか目頭もやりやすいのでおすすめです。こちら塗っていきます。透明なので色つきます。下地を塗ってからブラックマスカラ塗りますとめちゃくちゃ持ちが良くなります。マスカラは絶対ブラックですね。もう本当に目がバッチリ見えるので、優しい印象にしたいよっていう方とか、パーソナルカラー的に茶色の方がいいっていう方とか、顔の雰囲気的にねっ
っていう方はブラウンでもいいと思います。で見て、さっきと比べて一応束感出たくない？でも色はつかないみたいな。色付きのマスカラしたくないよって人はこれだけでもいいと思います。で束感の作り方は、じゃあ液をたっぷりつけること。このマスカラの液をたっぷりつけると束になりやすいです。これすごくない？こんなタイプになってるからまぶたにつきにくい。隣同士をくっつけます。私が中3の時に束感まつげの作り方を YouTube で紹介してるんですけど、その時はね中学3年生で松パもできなかったので、ビューラーの上げ方とか確か紹介してるから、もしよかったら見てください。じゃん。いいね。ちょっとナチュラルな感じでできました。私がいつも使ってるマスカラはもっと液がどっぷりついてバッサバサになるんですけど、これいいかも。ちょっと学校でもやりすぎないくらいの束ができるかも。じゃん。こんな感じで上まつげできたんですけど、下まつげは私はちょっとだけなんか目の形的にやるとね、すっごいなんかけばいというか化粧が濃く見えるのが悩みなんですよ。全然皆さんやりたい方やっていいと思います。下まつげ私はビューラーしないんですよ。でもそうすることによってナチュラルな下まつげができます。だからあんまりがっつりやりたくないよって人は軽く下げるぐらいがいいと思います。こんな感じ。そしたらアイライナーですね。私大好きなんですよ。これキャンメイクのクリーミータッチライナー07番を毎日使ってます。アイライナーのコツはどう引きたいかによるけど、私は目に沿って始まりはもうこんな感じで沿って描いて、跳ねたかったらそのままちょっとずつね足していく感じ。でもこれは本当に練習あるのみだと思うんですけど、失敗しないやり方はゆっくりちょっとずつ描くことです。ゆっくり慎重に緊張しすぎずに描いてみてください。こんな感じです。どこがスクールメイクってくらい濃くなっちゃったんだけど、どうしよう。どうする？これって失敗？もしかすると失敗？何が悪かった？下まつげが悪かった？ただアイライナーのせいかな。ちょっとアイライナーやり直しますね。これはメイクやりすぎ感が出るので、ちょっと逆にこれを薄く消したぐらい。そうこれぐらい。ちょっとこれやりすぎ、いつもの自分になっちゃった。あとここのハイライトが悪かったかも。大丈夫これ。最後にリップはじゃじゃん、キャンメイクグラスティントシロップ02番チフレ口紅 S647 ベージュ系。チフレのリップ私小学校の時めっちゃ使ってました。アントバイロンマンドのココキャラメルというからグラッシーコーティンググロス。こちらのキャンメイクの方を塗っていきますね。いいね。しっかり伸ばします。で一回ティッシュオフします。でティッシュオフすると落ちにくくなるし、マスクとかにもつきにくくなるのでおすすめです。でその上からこのチフレのリップはケースが必要なんですけど、別にケースなくても使えちゃうので私ケースなしで使います。ちょっとオレンジっぽいやつを重ねて、で拭き取って、最後またこれもオレンジになっちゃうんだけどグラス塗ってみます。かわいい。どうですか？ちょっと色味も全体的になるべく自然な色を使ったんですけど、スクールにはしていかないですか皆さん。これどうですか？ちょっとなんか心配になってきたんだけど、学校じゃなくてもメイク始めます、これから始めますっていう人ぜひやってみてほしいです。マジで漏れます。慣れないうちは結構難しいと思うんですけど、メイクすごい楽しいのでぜひやってみてください。はい、こんな感じで完成です。どうですか？ポイントはやっぱまつげとかハイライトも、ここのハイライトやってないじゃん。でもやらなくてもいいかな。やりたいよっていう方は、すいません、また新しいコスメ出るんですけど、セザンヌのパールグローハイライト04番、これマジで一番おすすめです。ツヤ感がとっても綺麗に出ます。はいって感じで完成しました。皆さんぜひ真似してみてくれると嬉しいです。もうマジのバレないようなスクールメイクもやってみたいな今度。本当に裸眼で。けどちょっとまた今度リクエストあったらやってみたいと思います。それでは終わりましょう。
せーの、最後まで見てくれてありがとうございます。それではバイバーイ。